정설적인 그런 브랜드입니다. リーバイス社が初めて作ったバナ日本のファッション界がざわついたという。ーそうですね。あーいいですね。いいですね似合いますね。秋田画風ニューヨークの領土市。全然違いますね、こうやって見ると。本当の縦落ち感につながってくるので、藤木さんがちょっとこれがパジャマ。全体的にはまあ褐色のインディゴなんですけど、はい主演がずっとセカンド着てるんですよね。なんかこうロマンはありますよね。ロマンありますはいね。レングスでやっぱり7センチぐらい入るので、まあ欲しくなってしまいますね。これがWX シリーズ47モデルで、ありがとうございます。やっぱりヒゲ여러분 안녕하십니까. 아키스타일 아키타카입니다. 자, 오늘 어디로 와 있죠? 도쿄 한 아, 진짜 이거 외워놓으려고 했지. 자, 다시 한번. 네. 지금 어디로 와 있죠? 한큐 멘스 도쿄. 네. 한큐 맨즈 도쿄로 와 있습니다. 오늘은 그 데님 브랜드 느님의 플렉십 코너가 여기에 신규 오픈했다고 해서 찾아왔습니다. 느님이란 브랜드의 간단한 소개를 드리자면 1988년도에 지금 레졸루트의 창시자인 그 하야시상께서 설립한 그런 브랜드인데, 그 당시 굉장히 큰 인기를 끌어가지고 90년대 일본에서 있었던 빈티지 복각 데님 붐을 이끌었던 그런 정설적인 그런 브랜드입니다. 그 느님이 2023년부터 웨어하우스, 여러분도 잘 아시는 웨어하우스가 운영을 맡으면서 다시 새롭게 태어났는데, 그래서 어떻게 보면 일본을 대표하는 데님 브랜드 느님이 또한 일본을 대표하는 브랜드 웨어하우스의 손에 의해 새롭게 재탄생하는, 어떻게 보면 그 서프라이즈한 일이 일어난 거죠. 그래서 오늘은 웨어하우스가 가지고 있는 방대한 지식과 경험, 그리고 기술력으로 다시 한층 더 업그레이드된 뉴 느님의 매력을 샅샅이 살펴보도록 하겠습니다. 자, 가볼까요? ということでやってまいりました。横にいらっしゃるのはウェアハウスプレスさんとの藤木さんでございます。こんにちは、ウェアハウスの藤木です。よろしくお願いします。前回出てくださった時も、ウェアハウスさんが持ってらっしゃるスペシャルヴィンテージを古着ですね、ヴィンテージご紹介いただきまして、ありがとうございます。その動画はこちらにございますので、ちょっとチェックしていただければ。今日はヌニームの世界をそうです。たっぷり味わわせていただければ。ありがとうございます。ちょうど阪急のこのメンズ東京でフラッグシップのコーナーがオープンしたところなんで、秋さんにぜひご紹介したくて。ありがとうございます。僕もちょっと簡単にご紹介したんですけれども、多分不足な点が多々あると思いますので、ぜひちょっとご紹介いただければ。はい。ドゥニームなんですけども、僕学生時代からよく知ってるブランドで、1988年の創業なんですよね。はい。僕同い年ですね。あ、そうですか。早生まれです。そうですか。すごいですね。そう考えたら。そう考えると。もう95年のウェアハウスのブランドと比べたらやっぱ先輩のブランドで、僕97年ウェアハウス入社なんですけど、もう見てきたブランドなんですよ。学生の間もそうだし、業界に入ってからも常に見てきたブランドなんですよね。で、創業者が林さんという今リゾルトをなさっている大先輩で、もともと昔から塩谷と年齢の差はあるんですけども友人関係でありまして、塩谷さんのこのウェアハウスの代表ですね。でいらっしゃる。それでずっと交流を持ちながらやってきた中、2023年からウェアハウスの方で、スタートする形になったというところですね。若干そのニュースで日本のファッション界がざわついたという。そうですね。デニムメーカーがデニムメーカーをやってどうするのって、炭焼けどうするのとか、もう結構いろんなところで殺到はしたというところで。サプライズですよね。そうですね。もう僕も97年に入社した時に、まさかドニームを取り扱うことになるとは夢にも思ってなかったし、やっぱ当時は相当人気だった。本当トップランナーですよね。トップランナーですね。牽引者でもあったし、もう僕らもそういう目で見ていたんで、すごいですね。いろんな縁がつながってハンドリングすることになったんですけど、やっぱり林さんの存在が大きかったのは塩谷に。当時立ち上げた頃から持ちなってた資料だったりとか、生産背景を紹介してもらったというところがあって、88年創業のドゥニームをまず再現するところから、ウェアハウスらしさっていうところを出しつつやっていこうという話の中で立ち上がったのが2023年。2023年。はい。復刻ブランドを復刻したというんですね。まさにそうですよね。ドゥニームさんの膨大な知識と経験、プラスウェアハウスさんのそれが合体して。そうですね。恐ろしいですよ。やっぱりウェアハウスではずっと付けがなかったクラボーさんとお取引できることになったというのが、まずドゥニームを独立した形でやっていくにあたってはもうかなり大きかったですね。クラボーさんっていうのはもう繊維メーカーでいらっしゃるんですよね。ドゥニームともう世界的なテキスタイルメーカーで創業当初のドゥニームの生地を作っておられた工場さんですね。ちなみにデニームと書いてドゥニームと発音しますよね。フランス語ですよね。そうですね。いろいろ説あるんですけど、ニーム地方のサージっていう形でサージドニームでドゥニームっていう言い方なんですけど、今ね
多分商標をデニムではまず取れない、ドゥニームでもおそらく抽象的すぎて取れないと思うんですよ。あ、そうなんですね。はい、創業当初に商標を登録されてたから丸になったっていうところはあるんでしょうけど、だからドゥニームって言葉自体もねやっぱりすごい憧れましたね。あ、そうなんですね。はい、全てをこう賄ってる名前というか、はい、代表的な名前だと思うんで。いや今日はこのドゥニームのウェアさんが手掛けられたはい新しいシリーズございますよね。そうですね。それを今日ちょっとはい重点的に、はい、もう閉店まで取るかもしれません。ちょっとどうですか、なんかちょっと不思議に嫌な感じされてますけど、大丈夫ですか。開店してないのにとあ、思って。そう回転もしてないですまだね、実は。ドゥニームのデニムのラインはいはいがこういろいろちょっと何個か分かれてると思うんですね。そうですねはい大まかにしてご説明いただくと。まず1988年に創業した時の創業当初のっていうところから始めたと先ほど言いましたけども、その時のレシピを林さんから塩谷が預かって、クラボさんの背景で再現するところから始まったというところがあって、はい、でその当時って88年なんでやっぱりヴィンテージの WX を解体して糸を引いて分析をしてるんです。はい、で7番だったというその分析結果が88年の中で出てるんですけど、当時のそのドゥニームの立ち位置としては、ヴィンテージの WX をそのまま再現するんじゃなくて、それじゃちょっと細いんじゃないかってことがあったみたいで、はいはい、でそれを超える部分として、番手を太くして、で生地の厚いちょっとザラのあるデニムを作ろうということで6番に変えられたみたいなんですね。でそれを再現したのが、僕らでいうベーシックラインっていうもう徹底的に創業当初のドゥニームを再現したのがベーシックラインとして立ち上げたんです。でその後に今回ご紹介していただくのが、WX シリーズとしてやっぱりウェアハウスがやる以上ドゥニームがそのまま続けていたらその先はおそらく世の中の流れもあってヴィンテージのその部分もあるのでヴィンテージを再現することをもう一回試みただろうというところの中で、ウェアハウスで所有しているこのバナーデニムですよね。これですね。はい、1920から30年代頃に作られてたリーバイ社が初めて作ったバナー。はい。これは原単オリジナルそのものをプリントしているので、当時デニムを作ってた原単なので。だから要するにこれ100年前の生地ですよね。そうですね。まさに。はい。すごい。でウェアハウスの背景ではこれを再現したのがバナーデニムとしてやってるんですけど、ドゥニームの背景、クラボーさんでこのバナーデニムを分析してもらったら、どんな結果が出るだろうということで一回もうそのまま、その背景で分析していただいたというところが始まったんですよね。それがいわゆるその WX シリーズというところの始まり。だからこの20年代当時の糸をクラボーさんの方で解析してもらって、そうです。横糸がそのままオリジナルで残っているので、どうしてもパンツの状態でデッドストックって言っても裁断してしまってるんでオリジナルの折られたそのままの状態では引き出せないんですよね。そうなんですね。もともともっと長かったんですけど、やっぱり糸をほどいていく間にちょっとどんどん短くなって、面積がどんどんプリントしている部分にこれ短くなったんですね。もっと長かったんです。もっと長かったですね。ウェアハウスのそれと今回のクラボーさんのそれで、ほどいた結果だんだん短くなってきて短くなってだからドゥニームの WX シリーズ、ウェアハウスさんが改めてドゥニームの先を目指してといいますか、作られたそのシリーズ、WX シリーズは、このバナーをクラボーさんの元で抽出して分析して新たに作られたデニムという、すごいです。これだけでもうちょっとワクワクしますね。これが、ここからほどいたデニム、ごめんなさい、糸ですね。この糸で織られていた横糸の状態ですね。でここがポイントなんですけど、その茶綿が入ってたっていうことは事実としてあるんですけど、先ほどおっしゃっていただいたように100年経っているので、やっぱり経年劣化で、酸化も含めて茶色くなっているということも加味しないと、もうこのまま再現すると古着の原単を再現することになるので、やっぱり引き算をある程度したというところで、何回もそれは調合を考えたんです。その中で、10% だけ茶綿を入れて糸を作ると、ちょうどいいような、そやな感じのちょっと原始的な雰囲気を持ったデニムになったというところですね。10% だとこれに近づいたということですね。でこれがちなみにベーシックラインで使っている糸なんですけど、村糸は村糸ですよね。ただ全然違う、これの中間ぐらいのものが必要なんじゃないかということで、ちょうどちょっと赤みを残したまま茶綿が残っているような形にしてこれにしてみたんです。藤谷さん、これはこれですね。そうですね。これはバナー糸そのままです。で1回目で茶綿を入れて試験糸を作ってみたら
こういう感じちょっとまあ赤みが強いなということになって、はで、まあ、10% にしたものがこれああこれなんですね、で、まあ、茶面ももちろんそうなんですけど、やっぱここのね村糸の節を見てもらいたいんですけど、はい太い部分、はい太い部分が均一にあるわけじゃないんですよね。はあはあ綺麗な糸を作ろうとしてるんですけど、どうしても太い部分が出てしまったのが村糸っていうんで、はい自然な村糸を作るために節の部分まで合わせてるんですよ。節とその太くなってる部分ってことそうですそうです、はい。合わせてるでそれがやっぱ縦落ちのした時にはいかなり大きな要素になってくるんです。はい。まあリアルなというか本当の縦落ち感につながってくるんで、そこをやっぱりすごく大事にしたというふうに言ってます。この一本の糸のそうです。太さっていうか太い細いの波長ですよね。波長がはい縦打ちにすごく影響してくると。はい。でコンピューターで作るとどうしても波長が同じになってしまうので、はいでやっぱり雨が降ったみたいな縦落ちになるんですけど、はいあえて自然にできる村を作ると縦落ち感も、まあ、村のある縦落ちというかはい熱風の強いような感じの縦落ちになるんで、それがまあ目指すところのこのダブル X の縦落ちという、まあ、極限までそこをやっぱり突き詰めて、突き詰めて、はい、やっぱり糸のオリジナルの長さっていうところはそこが大事だったんですよ。消えてしまってるとわからないんで、はいはいこれの資料はこちらでしか見れないんですか？そうですね。ここに展示してるので、これが元々のそのコットンですね。はいホワイトコットンで、これが茶面です。まあ、原始的な茶面なるほどっていうんですけど、なるほど本当だ。で糸にしていく段階で伸ばしてこう引き伸ばして糸にしていく前の段階なんですけど、スライバーっていうのがあって、はいでそのスライバーの段階がこれなんですけど、2回目の糸の手前にする連状スライバーの段階で混ぜるんです。はいで混ぜたのがこれですね。ドッキングしたのがそうです。はい。これですね。はいはいでそれで作られた糸がこれです。これはい。ちょっとやっぱりすごい面白い赤みがある。あこの上に置いちゃっていいですか？あ、もちろんもちろん。だからはい。これ足すこれがこれ、はいで結果これそうです。こういう感じになりますと。はいこの糸ではい。織られたデニムが WX シリーズですね。そうです。はい。なんかこうロマンはありますよね。ロマンありますはねい。で茶面っていうのもクラボーさんのお取引のある原面商の方のお話を聞くと、縦糸は染めるですね。インディゴに染めるので、はいで横糸はインディゴに隠れることもある、裏に出てくることもあって、真っ白にしなくていいだろうという感覚があったみたいで、その当時は。そうです。でもちろん白くさらせればよかったんですけど、特にそこはこだわらずに茶面が強い時もあればそうでもない時もあったりする村があったと。はい。それを総称して混ぜてたので、比較的まあ誤解を招いてしまうかもしれませんけど、そんなにクオリティのいいものを求めていなかったんじゃないかという考え方があって、なるほどなるほど。はい、そんな中で茶面というものが混ざってたっていうところが実際にその分析結果としても出るし、真っ白の面より茶面の方がはいちょっとこう安く手に入ったってこそうですすねとでね。当時はやっぱり糸と同じで白くしようとすればそれだけ工程がいるし、あーなるほどなるほどはい、労働着として使われる、まあ、綿花コットンはい。糸っていうところで考えると、そこまで色を白くしていく必要がないだろうというところがあったんだと思います。まあ隠れてもから、はいまあええやないかということでそうですねってことですね。はい、ええやないかということで、はいでそれをクラボーさんにはい分析をそうです任せてそれが全て発見されたってことですか？はい、はいでそれまではちょっとそうですね分からなかったそうです。だからウェアハウスとそこで対比できることができたんで、はい。まあ、ウェアハウスのデッドストックブルーの参加というところのキーワードと、はいドゥニームの茶色茶面というキーワードがまた独立した形でオリジナリティを発揮しているというところがすごいですね。じゃあそのはいダブル X シリーズちょっと直接見ていいですか？はいはいぜひぜひ実際に今あるのが、はいいわゆるその47モデルっていうところと、54モデル、はい、 47年のモデルをベそうですねースにっていうことですね。はい、47年のモデルがこちらで、ちょっとゆったりめのシルエットとしてはい54モデルってで、なんで47と54に分けたかというと、はい上が47の上はファーストなんですよね。はい。で54の上は時代的にセカンドになった頃なんで、はいまあ、分かりやすい部分として、ああなるほど。はい、セカンドの54、ファーストの47っていう形でデニムは統一してそうです。やってます。それだから、はいまあ上下で合そうですわせれるってことはい、ですね。でもちろん間に対戦モデル入れたりしてるんですけど、今展開しているのがこのバナーデニムのもう真骨頂みたいなところで、真はい、これがまあダブル X シリーズ47モデルで、これを着ていけば着ていくほど、はい、その先ほどおっしゃったこのそうですね。これが入っているので、そうですね。やっぱりインディゴがちょっとこう褐色めいた形になってくるということと、はい縦落ちの雰囲気が
雨が降ったみたいないわゆるその普通の縦打ちじゃなくて、はいちょっとドットが最初霜が降りたみたいな形になってはい点が線につながるみたいな形になってくるんで点が線つながるんですね。デニムの中で。塩谷ともよく話するんですけど、はい塩谷も履いてるんですよはい。ルニンも。でやっぱり生地の色落ちの雰囲気っていうのがすごく気に入ったみたいでそれですごいやっぱりこう懐かしいですね。色落ちをお互いでこう電話で話し合うみたいなことを結構しててすごいですね。お二人で電話で色落ちの話をされるんですね。色落ちの話もやっぱりするしいやー本当そこは素晴らしいですね。はいこのはい先ほどご説明いただいたこの背景はいのお話をちょっと聞くとなんか全然こう違って見えますね。そうですね。やっぱ他のデニムとは違う色落ちをするっていう。でちょうど今ご説明した糸の色の話をはいしたのでこれ見てもらうと分かりやすいかもしれませんけど、はいこれマザーコットンって言って縦糸横糸、はい同じ糸を縦糸をインディゴのロープ染色せずに、はいそのまま折った糸なんですよね、はいだからこれを使って縦横使ったっていうでこれ見ていただくとやっぱり縦にこう走る感じと熱風熱風がこはいうちょん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 。あとはやっぱ全体的な、赤みというかちょっとこう茶色みがかった雰囲気っていうのが分かるかなと思います。いやーこれめっちゃいい色ですね。エクリュって色ってもっと白いんですよ。ですよね。はいはい。これはもうちょっとこうブラウン系褐色があるっていうのそうですねは。もう極端な話色落ちが最終的に完全にインディゴの色が抜けるとそれになるっていうところですから。ですだからもっと白くなるでしょうけど。あ、なるほどなるほど。はいこれが、は475そうですねはい54タイプですね。オフセットになってて膝下が少しゆったりめ。シルエットが若干ゆったりめって感じですね。 501のシルエットって太くなったり細くなったりまた目が浅くなったり深くなったりしてるんですよ。はあは必ずしも古いから太いっていうわけでは全くなくてお年代のある程度やっぱトレンドに合わせた作り方をしているのか上に合わせたスタイルでこう変えているのかそこはちょっとわからないですけど新しくなれば細い古くなれば太いっていうわけではないないですね。ですねはイメージ的にはなんかそのイメージが、いそのイメージは僕も持ってましたね。そうそうはこれが目印みたいですよね。そうですねダブル X モデルと入っておりますと。いちなみにこの54モデルを、はいバナーデニムの54モデルを履き込んだやつを今日お持ちしました。はい、これですね。これがこうそうですね。どれぐらいセカンドと一緒に上下でこう履き込んでるんですけど、それでもまだ3ヶ月ぐらいですかね。結構落ちますね。ほぼ毎日履いてるので、へでやっぱり注目してもらいたいのがこの全体的な褐色のインディゴなんですけど、はい。このちょっと霜降りの雰囲気わかりますかね。これですね。完全にこう縦につながってる状態じないカメラで見えるかな。はい見えるかな。点がこうつながって最終的にこう線になるんですけど。ね。これがやっぱり独特のそのダブル X の生地のザラ感はい。とムラ糸がなせる技だと思うんですよね。で耳の部分っていうのがこの原端で向いてもらっても分かりやすいと思うんですけどはい。よいしょ。折り始まりと折り終わりっていうのがシャトルがこう行き来するんですけどちょっとこう速度が遅くなるんですよ、あ、ここの端はい、の部分。両サイドが。はいはいなのでちょっとざらつきがさらに強くなるのではあはあはあ耳の生地の耳を使っている部分っていうのもこの辺りはどうしてもやっぱりざらつきがすごく強いという耳を合わせますよねこれ、はいセルビッチを合わせているのでこの辺りはやっぱりざらつきがすごく強いのでそうなん特にですね。ドットで出てくるという面白い感じはありますね。で特に今回のそのルニームの食器は G3 って一番古い食器を使って折ってもらってるのと縦糸のテンションも緩めみたいなんでかなり生の状態でもざらつきはあると思いますね。はいこれこんな早くでも藤木さんもめちゃ履かれてると思うので多分これがそのセットアップあ、のセカンドこれセットアップなんですね、同じく3ヶ月ぐらいですか。ですね。もうほぼほぼ同じですね。ただ G ジャンは着用時間が長いですね。帰宅するとジーンズは脱ぐんですけど、はい、 G ジャンはほぼ脱がないんで藤木さん普通は大体帰宅したら両方脱ぐんですけど、だから寝巻き着てると家族の人間はたまに体調悪いんかって言われます、ね、逆にパジャマを着てると藤木さんがちょっとこれがパジャマぐらいの感覚ですもんね。恥ずかしい話すごいな。でもこれはあれですか、あれ乗り落としをされましたか。これはもちろん秋田風ニューヨーク乗り落としいやもう藤木さんに教えていただいたのは僕はもう免許書いて
免許ないですけど免許はないですけどね。入浴落とししてドボンやっぱりされたんですねここをですねこの形が大事なので浴室乾燥した状態で立体的にして作ってから落としていきました。はい、いやこれなんですけど、はい僕も早く藤井さんのようなこういうデニムジャケットを完成させたいです。ぜひ非常にたくさんの方がドボンそうですよね見てくださって、そうですよね。びっくりしました。本当そう思いますね。また入ろうかなと思って。すごいですよね本当に同じやり方じゃなくても例えばハンガーにかけてシャワーをかけるとかね、立体的に色を落とす部分としてはすごく有効ですし、ジーンズ洗う時に裏返して入れるのなぜですかっていうお客さんも結構いらっしゃるんですけど、その理由としてはもういらない擦れとか、表面に洗濯槽のあたりとか万が一つけたくないっていうところで裏返すわけですよね。そうすると、洗濯機でこう洗うことでかなりすぐ取って形を補正すれば全然問題ないんですけど、万が一その脱水した状態で長時間置いたりとかしてしまうとやっぱ変な癖ついてしまうので、特にジャケットに関してはもう立体的な状態でアームホール特にシワが最初についたシワをそのまま育てていける方が、僕は着やすいので、そうしてるだけなんですけどね、本当にいろんな着込み方があると思うのでそこはもう一概には言えないと思いますけど、だから藤木さん流ですると、もうこれを着たままドボンでその後に裏返して脱水機も裏返して乾燥成形して乾燥ということですよね。その状態になったらシワが残ってるので、その色落ちの対比っていうんですけど比率デコとボコですね出てるところとへっこんでるところの比率がもう決まるじゃないですか、例えばこれだったらもうこのシワが決まるのでこれはずっともう覚えていくんですよね。藤井さんどんだけ曲げたんですかこれ。いやもともとねよく入る、これもそうですけど12オンスぐらいの古いシリーズですけど、これでもやっぱり入るんですよ。めっちゃ入られます。でもね同じ人が着るとほぼほぼ同じように入るという不思議。これが面白いですよねだからほぼ同じ生活様式なんだろうなというちょっと残念な部分はあるんですけど。いや別にいいんじゃないですか。だからこれを見ればもう下手したらもう藤木さんだって分かるわけですよ。ですね。もう藤木さんの僕がいなくなってもこの世からそんな悲しいこと言わないでください。100年経っても消えたやつなんじゃないかってそれを再現するという。これが藤木さんの体型ですみたいな。そうですね。損壊すると実はこうなります。そうですね。皆さんに言われるんですけど結構気合い入れて多分藤木さんの3ヶ月は他の人たちの多分2年ぐらい長いかするかも。そうですね。本当になんて言うんでしょう、運動する人のジャージ的な感覚で着てますからね。もちろん相当持ってらっしゃると思うんですけど、その期間はもうこれだけ着るって感じなんですか。そうですね。ある程度やっぱり着込んでもう止める形ですかね。もうこれが一番いい頃だなって、そうじゃない時もあるんですけど、いろいろこう洗い込んで失敗もしたこともあるので、これはこの時期が一番いいのかなと思うともう止めて次履くものを定めるみたいな形はありますね。だからやっぱりある程度集中して履くことはしますね。普通こう結構色が綺麗に同じようにならないこと多いじゃないですか。そうですね。でもすごい同じ綺麗にセットアップで色落ちされましたね。特にこのドゥニームのバナーのデニムに関して茶面っていうのがやっぱりかなり作用してるなと思いました。裏返してもらった時にこれだけで単体で見るとわからないんですけど、DSB ちょっと持ってきますね。これデッドストックブルーの着込んだものなんですけど、見てもらったら高さが全然違うと思うんですよね。全然違いますね、こうやって見ると。これがドゥニームですね。これがウェアハウスの DSB ですね。DSB デッドストックブルーです。本当だ。若干やっぱりちょっと黄ばみが日焼けしたみたいな雰囲気の黄ばみが出てるから、こっちのコンセプトとやっぱこっちのコンセプトとすごい対比して考えられる部分はありますよね。面白い。いや藤井さんこういう説明をお伺いすると欲しくなってしまいますね。これ僕はDSB なんですけど、こちらに近くなるということですね。こういう感じになるという感じです。でもこちらはドゥニームさんの方はちょっとこう茶色っぽくなると。インディゴにちょっとこう赤みがあるような濃度が高いので、メリハリはすごく白場とインディゴの部分のメリハリがすごく強いですね。もともとドゥニームっていうのが草木染めが入ってるので、インディゴ濃いんですよ。初期の頃から本当に黒っぽいインディゴっていうのが人気だったんですね。生地が厚いってこととインディゴが濃い、それがすごく要素としてひげが強く出たりとか、元来のそのヘビーオンスと相まって
強い当たりが出るっていうので人気が出たんですよね。はそれはまあ継承しているような気はしますね。い。当時はやっぱそういうデニムちょっと画期的だったんですか？だと思います。これがその15オンス超えてる6番6番の一番ベーシックなドニムなんですね。当時のドニムを再現した220っていう品番なんですけど、はいはい普通にもう履くと当たりが強く出るというところ。バキバキ出ますね。ちょっとやっぱりヴィンテージの古着をお履きになってる方からしたら生地は厚めに感じるんですけど、はい、それでもやっぱり当たりをかなり拾うというか。その分拾うってことですよね。そうですね。はい。日本のデニムのメーカーさんいろいろ15オンス強もっとアップのものたくさんありますけど、はい、やっぱりある程度のその程度が必要だと思うんですよね。はい、厚ければいいというわけじゃないんで、履き心地も含めてでベーシックに履いていける部分として縦落ちと当たりのバランスがいいものって考えると、まあ、ドニムの答え当時の答えがその6番6番っていう番手だったんでしょうね。これの元が、これですね。これです A ね。って入ってる。はい。 A と入ってる。ちょっと持ってもらったらやっぱり生地厚い厚いです感じをね。受けると思うんですよね。いや本当だ厚い。まあ土定番ですよね。なんか、はい、ガンガンこう気概があるっていうか、はいまあ、そういう感じしますね。学生の頃実は履いてたんですよ。あ、そうなんですか。はい、もう今言っていいと思うんですけど、はい、実は面接の時もウェアハウスの面接の時も履いてあ、そうなんですね。働いて1ヶ月ぐらいは履いてたんですよ。でウェアハウスのデニムの在庫がなかったんで、はい、当時もう本当によく売れてたんでなかなか欲しいですって言えなくて、はい、で1ヶ月経ったぐらいに当時の上司から「いつウェアハウスのジーパン履くんだお前」って言われたのを覚えてます。そうなんですね。それまでデニム履いて働いてる。結構勇気いりますよそれですね。考えたら僕はもし新しく入った子がそれやってたら注意すると思いますね。ただまあ本当に言えなかったところが大きいんですけどね。自分ごときがもうすごい売れてお客さんが待ってる状態なのにいつ言ったらいいのかなっていうタイミングがあったんで。すごい真面目ですね、そういう意味では。いやいやでも97年の頃ですかね。それがもう本当に初期デニムブーム、日本のデニムブームの頃なんで。真っ盛り。もうそうですね。そうですよね。はい、今はそれがもう世界にこう分母がすごく増えてるところは感じますけどね。なるほど。日本のデニムブームを牽引したまさにそう思います。ブランドですよね。オフセットこれ結構デニムの特徴じゃないですか。そうなんですよ。下だけオフセットっていう。はい、下だけオフセットですね。普通縦にこうバックポケットもそうなんですけど三角形で返すという、はい、ここですね。三角を描いて返すというのも特徴ですね。でここもありますよね。そうですね。カーラベル。日本で、はい、普通なんですかこのリーバイスのヴィンテージだとここが一つになっちゃうんですよ。もう仮止めしてそのまま行くんですけど、四角に塗ってるんですよね。はい、はい、四角にこうちゃんと塗ってると。でドニームをじゃあ初めて経験される方におすすめとしたらどうですか？そうですね。ダブル X シリーズは今ご紹介しましたけれども、はい、ベーシックラインとして、この15オンス強の6番6番のデニム、一番最初に作った、デニムで、66タイプとダブル X タイプとビッグ E って3種作っているので、はい、その3種類の中からまず選んでいただいてもいいと思います。っていうのはある程度ヘビーオンスなんで、はい、頻繁に洗っていただいてもデイリーウェアとして普通に、履いていただければひげ当たりはすごい強く出るんですよね。そういう意味では、はい、色落ちをちょっとこう思いっきりといいますか、はい、ちょっと楽しみたいっていう場合は、このシリーズでもいいかもしれないですね。はい、あとはウェアハウスのコンセプトのような古着の復刻というところで、上下デニムの G ジャンとパンツを合わせたいというところであればやっぱり WX シリーズの方がおすすめかなと思いますね。でしかもちょっとこう、色味がやっぱちょっと特別感がありますから。だからここからまだお客様も色落とされる方もたくさんいらっしゃるんで、どういうふうにこう変化していくか、はい、茶面がさらされて赤みがなくなっていく頃にインディゴがどれぐらい抜けてるかとか縦落ちがどういうふうに出てるかとかね、はい、いうのはすごく、自分の着てる分だけじゃなくてもすごく楽しみですね。そうですね、はい、藤木さんのお話を聞いてるといつもなんかちょっとワクワクします、ね。いえもうなかなかね着る機会が少ない方も多いと思うんですよ。平日スーツ着られてる方もいらっしゃると思うんで、その方にねなんかいい色落ちの促進法みたいな形がお勧めできればいいんですけど、正直ないんですよね。もう着るしかない。もう本当にそれだけは言えると思います。なんかこうこすったり、加工するとやっぱりそこだけ違和感出てしまうので、やっぱお勧めできないですね。ひたすらもう着て愛着を持って
自分の一着を作っていく、一本を作っていくというところしか言えないんですよね、そこは。普段あまり着られない、平日とかはい着れない方は家に帰ってきてスーツを脱いでこれに着替えるというそうですね。そういうのがいいかもしれないですね。ホームワークとして。ホームワークとして。いやー、これ育てたいな。当然っちゃ当然かもしれないですけど、同じように上下を色を合わせて落としたい場合はもう一緒に着るしかないですよね。そうですね。やっぱり。はい。もうじいちゃんが遅いって言いがちなんですけど、まあでも僕の感覚の中では着ていればじいちゃんも当たり拾うので、なるほどなるほど。はい。ある程度ひげ出てきたなとか腕のシワが出てきたなと思ったらもう洗ってやっていただければ。縦落ち感もすごく楽しみながら色落ちしていくと思うんで、洗わないとどうしても縦落ちしないんですよね。そう、洗う頻度をどういう感じで。いやそうですね、もう人にもよるんですけど、はい、パンツだったらちょっとこうぬめり感というか持った感じぬめっとしてきたら洗ってやったらいいんじゃないですかね。ぬめっとしたぬめっとしてるんで若干汚れってことですね。あやめの間にこう塵とかほこりが入り込んだり、まあ、皮脂汚れが入ってるって証拠なんで、まあ例えばデニムウォッシュでつけ置きしていただけるだけでもいいんで、一回それをクリーニングしてやった方が縦落ちに関してはすごく綺麗に抜けてくると思います。そこはもう感覚なんですけどね。感覚ですね。はい、いろいろ経験を通して。そうですね。普通の洗剤でも洗っちゃっても問題はないですよね。洗剤はね考えた方がいいと思います。はい。どういう洗剤で？中性洗剤ですよ。中性洗剤で。衣類を白くする洗剤っていうのは良くないんですよ。はい。それはインディゴに悪い影響を与えてしまうと思うので、基本中性洗剤で洗っていただくのが一番いいかなと思いますね。まあでも僕がヴィンテージのその古着見てきた中で第二次世界大戦のそれいわゆる対戦モデル以前のデニムなんて多分ねリジットの状態で履いてでそのまま洗ってないんですよ。洗濯なんてしてるのかなぐらいのレベルのやつが結構あるんで、当時はそんな生活にはできなかったでしょうしね。特にカウボーイのその生活当時の生活聞いてると8ヶ月ぐらいで1本ダメにしてたらしいんですよね。ちょっと想像がつかないような生活様式なんで、すごい生活様式ですね。だから洗濯をまめにしたようには見えないんですよね。もちろんデイリーウェアになってアスファルトの上で履くようになってきてからはまめに普通に洗濯してコインランドリーができたら乾燥機で、アメリカ人の合理的な考え方ですよね。一気に乾かすっていうことが生まれてきた時代なんですけど、戦前はもうデニム自体はかなりやっぱりいい状態で残ってるやつでものり残ってるんじゃないかなっていうやつもたまにあるんでね。なるほど。だから結局この洗わない問題もそのもう好みに合わせて好きなようにこうやっていただければってことですよね。せっかくなんで洗わないで履いた、ぜひぜひ。これがもうほぼほぼのりの効いてる状態で膝下だけ水につけて半身浴足湯みたいな状態でこうお湯につけて縮ませて。でここはもうほぼほぼ洗ってない状態でこう履いたやつなんですけど、リジットからそうです。ただメーカーとしてはやっぱりそのいい例とは言い切れないのがこの桃のあたりがやっぱどうしてもこう弱くなってきて霧吹きでこう拭いたりとかしてたんですけどやっぱり損傷しだすんですよね。なるほど。面紙でこう縫合してるんでここかなりストレスかかってで硬いまま縮みとこう伸縮をしてないので、ここがやっぱ損傷しだしてるということ損傷しちゃうんですね。ただ言ってた30年代の雰囲気っていうかなんていうんですか、武将なカウボーイがもうブーツ履いたまま寝てブーツ履いたまま起きて生活してるみたいな雰囲気になったのかなと。そういう雰囲気が出た。すごい。実際半身浴をするってのはまたここだけ縮めたいってことですね。レングスを縮めさせないと履けないんで、でそこはこうやっぱり縮んでおかないとシルエット作れないじゃないですか。だからその状態で履いてたんですけど、ここはワンウォッシュですけどここからはほぼほぼノーウォッシュ。ノーウォッシュですね。ただ膝が出てきたりとかすると霧吹きで拭いたりとかしっかりそれをやってましたけどね。すごい。だからリジットの状態でずっと履くとこういう感じにはなりますね。メリハリは出るんですけどやっぱり個人的な見解としては洗いは必要かなとは思います。最初に一度やっぱやってそうですね。あとよく質問でこれいただいたのが乗り落としする際のサイズをどう選べばいいでしょうかという質問があって。なるほど。これメーカーさんによっていろいろ違うんですけど、アメリカの
ヴィンテージと言われてるリーバイスの501は、はい表記から2インチぐらいやっぱ縮むんですよね。はいはい。はい、ただそれだと分かりにくいのでウェアハウスとドニームのパンツの表記に関しては縮んだ後のサイズ表記にしてるので、おー例えば32を履くんだったらもともと生の状態だと34あるんです。はまあ簡単に言うと。あ、大きくなったってことですよね。で2インチ、約5センチ、はいウエストが縮んで32になるので、もうワンウォッシュだとそのままでいいんですけど生の状態でお買い上げされる場合は書かれてるサイズ表記に合わせていただいたら問題ないと思います。だかはら最初に来た時はちょっと大きくなると思うんですけど、縮んだのを想定してそうですね表記されてる。はい、まあでも韓国のスカルプの代表からも言われましたけど、はい、やっぱりワンウォッシュのニーズっていうのが必要になってくるかなと思いますね。結構あーそうですか。個人的にはもう生の状態ゼロだと思うんですけど、ゼロから始めてほしいなと。で海苔の落とし方ももうそれぞれだし、海苔の効いたまま履くのもそれぞれだしっていう感覚でゼロの状態から履いてほしいと思ってたんですけど、いやフィッティングがわからないって方あーがそうなんですねもう軒先でかなりいらっしゃったんで、まあ実際直営店でもワンウォッシュしたものをご用意しているので分かるように、やっぱり店頭で一回完成したサイズを試着したいという方はまあいらっしゃるんだと思うんですよね。そうなんですね。僕も個人的にはやっぱりリジットから育てるじゃないですけど、やっぱその乗り落としも人によってそうなんです違うじゃないですか、はい変わってくるので、もう、同じっていうのはありえない。なんかそれを楽しんでほしいというところもあるのはあるんですけど、ぜひ育てていただければ。ぜひ。でちなみに僕これ、はいダブル X シリーズのはいはい。ですよね、これ。そうですそうです。これちょっと僕着てみていいですか。はい、あもちろんもちろん。はい。藤木さんのセカンドね。はい。僕で40で着てるので、もうほぼジャストなんですよ。はいだからちょっとゆったりちょっとゆっ着れるたりぐらいと思いますね。藤木さんの持ってらっしゃるコレクションもちょっと拝見したいですね。いつかまあかなりウェアハウスの歴史、その歴史のデニムはい。で色を落としてきたんで、それは残してあるんで、それ面白いと思いますね。ですよはい。ちょうどいいんじゃないですかね。なんか古着のお古着の42ぐらいの感じだと思いますんで、大きく感じないです。はい。あ、これ普通にちょうどいいですね、藤井さん。ありがとうございます。やっぱりヒゲ今日の戦利品あ、今日戦利品で。人がこう作ったヒゲじゃないですか、ヴィンテージの古着もはい。ジャストで着ないからいいんですよね、古着って。はい。 36インチブカブカでヒゲ入ってるやつあるじゃないですか、はいあれやっぱ古着で着ると雰囲気いいじゃないですか。なるほど。細い方が36インチ履いてもそんなヒゲ出ないじゃないですか。だから古着の魅力はやっぱそこにあるんで、なるほどなんか加工ってやっぱりセコハンの加工なんかはよく買っていただけるのはそこなのかなと思いますね。ちょっとこなれた感じが出せるのでなるほどオーバーサイズで履いても今見てるとやっぱりそれ人の僕のですけど藤井さんの。色落ちさせたシワのあたりっていうのがアキさんにちょっとこうゆったり着れるという感じになるので、だからこれはこれでまた魅力が。そうですね。なんかありますは藤木さんをまとう感じですね。い。ゴーストフィッターですよね。ゴーストフィッター。ゴーストライターではなくて、ゴーストフィッター。いやでも実は僕今回デニムのお話をお伺いしながら、僕ダブル X シリーズでちょっと上下で欲しくなりますね。ぜひぜやっぱり。ひ。一回履いてみますか。もしいいですかはい、ぜひぜひ。これ54モデル。 54です。はい。で54の方が若干太めなんですね。そうですね。はい。おお。最近やったバッドランズという映画でも、はい主演がずっとセカンド着てるんですよね。あ、そうですね。はい、でそれより古いともうファーストのジージャンを西部劇になってくるんで、街中で着てるジージャンはやっぱり大体セカンドが多いです。セカンドが多いですね。はい、これ今32の40ですね。そうです。これを着込むとはい。こうなりますと。やっぱりちょっとこう赤み残ってますもんね。ああ、確かにはい確かに。そうなんですよ。これカメラでねちょっと映るかわかんないですけど、赤みが若干あるんですよね。これがちょっと魅力的ですよ。あ、かっこいい。これだと大げさにロールアップするのもかっこいいですよね。かっこいいですね。はい、ロカビリーっぽくて。ロカビリーっぽく。はいいですね。い。いい。普通にこう見たらそれでいいかもしれません。サイン値がぴったりかもしれない。はい。ヒゲ当たりつけていくんだったらこれで30あして。はい。これは38でございますと。あ、いいですね。あ、いい。あ、いいですね。いいですね似合いますね。あんまり普段デニムはあんまりすることはなかったんですけど、そうですよね。ありですねこれ。思わず写真撮りたくなってしまいあました。、藤井さん思わず写真を撮られた。そこまで僕そんなお恥ずかしい。今のパンツのイメージだとはい。上このぐらいフィットしててもいいかもしれないですね。32を大きくロールアップされてる
スタイルだったらさっきの40あーでこれの組み合わせですごくハマってるので結構タイトなんですよセカンドって。なるほど。はい、で昔の人はやっぱりタイトに着たくてそうなっていった時代なんであファーストは比較的ちょっとこうゆったりしてるところあるんですけど、セカンドはねタイトに着てる人多いのでそこまで大きく着る必要はないと思いますね。はこのセカンドの良さを出すには、い、なんかそんな気はしますね。だからこれが下はもうこれになるという。はいシュリンクトゥフィットってよく言うんですけど、はい、これね生の状態で洗うとこのぐらいフィットしますよっていう、お尻の出てるところとかシワになってるところが完全にこう体にフィットしてレングスがもう単純にね分かりやすい。こんなに変わるんですね。そうなんですよ。10% でもすごい大きいんですよ。レングスでやっぱり7センチぐらい入るので、なるで縮む方向でウエストは横に縮んでヨークも横に縮んでレングスが縦に縮んで体にやっぱフィットするんですよね。だからシュリンクとフィットで本当によく言ったもので、そうですねフィットするために縮むっていう言い方をしていたので、自分だけの色落ち自分だけのサイズ感で着ていただくためにフィット縮むんですよという言い方をしてたみたいですね。それに対して防湿加工をかけてるところはそのまま履けますよと、縮みませんよっていう、太りすぎて履けなくなったっていうことに対して、はいそのまま縮まないよっていう広告が当時あったんで、当時あったんですね。どっちがどっちというよりもお互いこう下げすみやってるみたいなでもやっぱり縮むデニムの方が経験上やっぱり当たり強く出るので、そうですね。はい面白いですよね。やっぱり面白いです自分で縮めるっていうのも。ウエストもねそのサイズになるんじゃなくて一回まだ伸びるじゃないですか、はいジャストで履いてると、だからご自身の体型に変わってくるので、変わってくるはい、この育てながら着るっていうのがまた愛着が湧きますよね。そうだと思いますね。うんはということで藤井さん、今日はドゥニームの新生ドゥニームのはい世界どっぷり使わせていただきました。ウェアハウスさんのお店で全部取り扱いされてますよね。そうですね、はい、特にこの今日着ていただいた阪急メンズが多く取り揃えておりますけれども、基本的に直営店では全てされてます。はい、ぜひ皆さんも新生ドゥニームの世界にはいどっぷり使ってこの魅力を味わっていただけたらと思います。私のデニムの先生でございまして、とんでもないです。藤木教授と呼ばせていただいてるんですけども、まだはいこれからもいろいろと学ばせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。